皆さんこんにちは、しずきひかりです。本日もご覧いただきましてありがとうございます。今回のテーマは理解することでしか分かり合えないです。人間関係で必ずと言っていいほど出現する分かり合えないという悩み、呪いを解きなさいの動画の呪いを解く方法でもお伝えしましたが、人は理解することで初めて愛することを始めます。つまり愛するためにはまず理解することから始めなくてはならなかったのです。それでは早速理解について理解することを始めましょう。なぜ人は分かり合えないのか。なぜ人は分かり合えないのか。単刀直入に言うと、相手はあなたと同じ世界を見ていないからです。ちなみに分かり合えないのは他人だけではありません。ご自身と分かり合えない方も多くいらっしゃるでしょう。人間以外の生き物と暮らしていらっしゃる方は、その生き物が相手でも同様です。例えば、あなたが40歳の母親だとします。相手が10歳の子供だとして、自分の言うことが子供に伝わらなくても、まだ納得しやすいでしょう。ですが、あなたが25歳の会社員だとします。相手が40歳の先輩会社員だとして、自分が困って頼った先の先輩が自分が期待する対応をしてくれなかった時、急になんでと思う方が増えやすくなります。なぜでしょうか。それは年齢とはただいつ生まれたかを表す数字であるのに、自分よりも数字が大きいだけで自分と同等か自分よりも優れていないといけないという眼鏡をかけていませんか。前回に引き続き、これも呪いと言ってしまえばそうです。年齢に限りません。在籍年数や経歴についてもそうだと言えるでしょう。自分よりも長くその業界にいれば、自分よりも長くその会社で働いていれば、自分と同等かそれ以上に対応力が高くて当たり前だと思っていませんか。かつその期待は自分の眼鏡をかけた上での期待なので、自分のものの見方や価値観に大きく傾倒しており、業務における技術面だけの範疇に収まらないことがほとんどです。そのため、あなたのその期待に応えてくれる、その期待を超えてくれる先輩はそう多くないことに気づくことができるでしょう。ですが、それは先輩が悪いわけではなく、あなたが眼鏡をかけている自覚がなく先輩を見ているから起きているだけです。理解と共感は別物である。それではまず、理解と共感は別物であることから確認していきましょう。呪いを解きなさいの動画でもお伝えしましたが、相互理解に大切なのは理解を示すことです。わかりやすく、相手との会話で返答する際に選ぶ言葉で違いをお伝えします。共感とは、そうですよね、です。理解とは、そうなんですね、です。共感とは、自分もその経験をしたことがあるのでわかります。自分も同じ気持ちを抱くと思いますという表現。理解とは、自分はそうではないけど、
あなたはそう感じたんですね。または自分は同じかどうかはわからないけど、あなたはそうだったんですね。という表現です。それだけ聞くと、共感の方が相互理解のためには効果的なのではと思われた方がいらっしゃるかもしれませんが、実はそうでもありません。例えばですが、A さんが自分は声が低いことをコンプレックスだと思っているとします。B さんと話した時に A さんが B さんに、自分の声は低いから印象が悪い、もっと高くて綺麗な声になりたいと言ったとします。その時に B さんが A さんに、そうだよね、そう思うよねと言ったとします。それって暗に声が高いことが優位で低いことは劣位だと A さんに言ってますよね。でもそこで B さんが A さんに、そうなんだね、綺麗な声になりたいんだねと言ったとします。その方が自分のことを理解しようとしてくれていると感じませんか？ちなみにこれは B さんの声が高かろうが低かろうが、 B さんの好みの声が高かろうが低かろうが、 B さんも綺麗な声になりたいと思っていようがいまいが、やることは同じです。つまりあなたが相手のことを物理的に理解できるかどうかは関係なく、共感するよりも理解することの方が結果的に相手を尊重できるということです。それを踏まえ、先ほどの A さんのセリフ、そうなんだね、綺麗な声になりたいんだねだけでは相手への尊重が伝わりづらいかもしれないので、言葉を付け足しましょう。そうなんだね、綺麗な声になりたいんだね。私はあなたの低い声も好きだし、落ち着くよと言ってみたらどうでしょう。それなら高い声になりたい A さんの気持ちも A さん本人もどちらも尊重できますよね。ここで注意したいのが、私はあなたの低い声が好きと低い声だけ評価することです。A さんが自分の低い声が嫌いだと思っていた場合、高い声を良しとする A さんの気持ちを否定することになるからです。理解するとはどういうことを言うのか。先ほど、あなたが相手のことを物理的に理解できるかどうかは関係ないとお伝えしました。ですが、物理的に理解できないのに、どうやって相手を理解するの？理解ってどういうこと？と思われた方もいると思うので、ここで理解することについて解説したいと思います。これはあなたが困っている時に言葉が通じない親切な海外の方に話しかけられた時を想像してもらえるといいかもしれません。例えば、あなたは海外旅行に行っています。それはあなたが話せる言語が通じない国です。カタカナ英語も通じない国だと思っていただいた方がよりリアルでしょう。その国で電車の乗り方に迷ったとしましょう。あなたは行きたいところがあるのですが、その国の言語がわからないので、電車の乗り方もチケットの買い方もわかりません。その上、手元には Wi-Fi のつながっていないスマホと、あなたが行きたい場所の行き先が載っていないガイドブック。そんな時、あなたが困って駅の中でうろうろしていたとします。そこへ親切な方が声をかけてくれました。ですが、
何と声をかけてくれたか分かりません。相手はあなたが伝わる言語を話せなくても一生懸命理解しようとしてくれています。そうするとこちらも相手に伝えなくてはと思うので、一生懸命ジェスチャーや身振り手振りで伝えようとしますね。ここではお礼のチップ目当てに声をかけて寄ってくる人やぼったくりタクシーなどはノイズになるので外して考えてください。そういう時、あなたは相手が自分の言葉を理解できないし、あなたも相手の言葉を理解できませんが、相手はあなたが困っていそうだということはわかるでしょう。それと同じだと思ってください。相手はあなたがどうしたいのか詳しくわからないでしょうし、言葉もわからないので、本当の意味で理解できているとは言えません。ですが、あなたが何か困っているであろうこと、駅の中でうろうろしていたので、電車に乗りたいと思っている、もしくはトイレに行きたいのかなというようなことは想像してもらえるでしょう。それでいいんです。つまり、相手が何に困り、何を考え、何をしたいか具体的に分かっていなくても知ろうとするということが、何より相手を理解することの核になるのです。理解はどうやって進めていけばいいのか。ここでそもそもの大前提に立ち戻りたいと思います。あなたは全員を理解する必要はあるのでしょうか？結論、自分、パートナー、家族、友人、職場の人、お客さん、知らない人、世の中にはたくさんの人がいますが、その全員を理解する必要はありません。だって様々な人を理解しようとした結果、それがストレスになったり苦しくなってしまう理由になるとしたら本末転倒ですもんね。もちろん全員のことを理解したいとポジティブな意識で臨むならそれでもいいと思いますが、それが大変なこともよくわかっているつもりなのでそう言っています。一番近い自分でさえ顕在意識の自分と潜在意識の自分は違うことを考えているものです。それなのに他の人全員を理解するのはすごく根気がいるし大変なことです。なのでまずは自分が仲良くしたいと思っている人に限定してみることをお勧めします。そこで一番最初に思い浮かべるのは、あなたが一番仲良くしたい自分以外の存在だったりしますが、本当は一番最初に仲良くなるのは自分である方が早道ではあります。ただ、大なり小なり、人は人に左右されるものだったりするので、あなたが一番仲良くしたい自分以外の存在のことを理解することで、ミラーのあなた自身を理解することにもつながると思えば、たとえ遠回りをしても、あなたにとっては大きな財産になるとも言えます。では、理解はどのように進めていけばいいのでしょうか。基本的に理解するためにやることのメインは自分のメガネを外すことです。スピリチュアルが好きな方は手放しという言葉でよく聞くと思います。自分のメガネを外すこともその手放しの一環です。心理学では自分のメガネのことを認知バイアスと言います。先ほどもお伝えしましたが、
自分と自分以外の存在はそもそも違う生き物です。自分と同じだと思うからこそ、もやもやしたりイライラしたりするんです。大前提が分かり合えないものだと思っていれば、変に残念に思うこともないし、むしろ分かり合えた時に喜びの種になると思います。そうやって自分の眼鏡をどんどん外して相手をたくさん知ろうとすることで、圧倒的に相互理解が進みやすくなります。ちなみに、あなたがかけている眼鏡の数はどれくらいあると思いますか？心理学の世界で立証されているだけでも数百種類あります。そんなにあるんじゃ分かり合えなくても当たり前だと思いますよね。最後にお伝えしておくと、眼鏡を絶対に外さないといけないとも言いません。最終的に手放しが進んでいくと、おのずと眼鏡をかけていても自分が眼鏡をかけているという認識を持てるようになるからです。眼鏡をかけていると分かっていれば、眼鏡をかけるのも外すのも関係なく、自分の思考は自分でコントロールできるようになっているはずですよね。相手を理解すると変わること。では、相手を理解できると関係性はどのように変わっていくのでしょうか。ここで呪いを解きなさいの動画でお伝えしていた野犬理論につながります。野犬は安心することで初めて相手に心を許し始めます。基本的に生き物は自分と違うものや知らないものに対して怖がったり防御します。つまり自分の安全基地が脅かされるかもしれない、自分の身を守らなくてはと思っている相手とは相互理解を図るのは難しいよねということです。これは自分がどんなに相手を助けたいとか力になりたいと思っていようが、その思いは相手が理解されていると感じられていなければ何の意味も持たず、相手に全く通じないということは私が実証済みです。だからこそ相手が求めてくるまでは手助けしなかったり、相手が悩んでいる時にすぐに答えを渡さなかったり、じっくり待ったり、そういうさじ加減も大事になってくるわけです。ここで言う恐れや防御を抱く相手は、魂アカデミーで言うと2年生か4年生にいることが多いので、その精神状態について知りたい方は魂アカデミー入門編や呪いを解きなさいの動画をご覧ください。また自分を含めた愛している相手との距離の測り方が難しい方は、愛しているのに傷つき合う理由や愛を伝える方法の動画もご覧ください。最後に再生リストをつけておくので、必要な方はそこから飛んでみてくださいね。まとめ。さて、今回は相手を理解するというのはどんなことなのかをお伝えしてきましたが、これから大切な相手を知りに行く準備はできましたか？最後に私自身の経験を踏まえ、この動画をご覧くださったあなたに伝えておきたいことがあります。相手を知りに行くのは、
あなた自身が前に進む元気や勇気が持てた時で大丈夫です。現在、私のソウルファミリーたちがブループリントに沿って生きている中で、様々な壁にぶつかって苦しんでいる状態です。私はあなたのブループリントをなぞることはできませんが、その代わりにソウルファミリーのみんなが勇気を持って先に進めるよう思い出したタイミングで祈っています。ツインパートナーと向き合っている時にそんな余裕はないかもしれないし、日々の生活を送っていくだけでしんどいという状況もあるでしょう。だからこそ無理強いをしたくないんです。でもしんどい時に支えはあるということもお伝えしたい。あなたが戻ってくる地図はいつでもここにあります。見失わないように地図を灯す明かりもつけて置いておきますね。それでは今回はここまでです。少しでも響いてくださった方は高評価やハイプ、チャンネル登録、コメントなどいただけると励みになります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。しずきひかりでした。